おはようございます。ミントです。リナです。8月15日土曜日、海外テックニュースです。今朝は7本です。トップは、アリババの研究チームクエンが公開した新型のオープンモデルです。今朝は、新型モデルの公開と、AI のコストや安全を測る数字が並びます。順にお伝えします。アリババのクエンチームが、日本時間の今日午前0時、新型モデルクエン 3.8、27B を公開しました。ハギングフェイスのモデルカードによりますと、ライセンスはアパッチ 2.0 です。商用利用も改変も自由な、一番緩い部類の条件です。パラメータ数は270億で、家庭のパソコンでも動かせる規模です。テキストに加えて、画像と動画をそのまま読めます。文脈の長さは26万トークンで、最大100万トークンまで拡張できるとされています。中身は、線形アテンションと通常のアテンションを3対1で混ぜた新しい構成です。考えてから答えるシンキングモードが標準で、深さを3段階から選べます。動画まで読めるオープンモデルが家で動くとなると、何に使われそうですか？手元の写真や書類、長い録画の整理を外部に送らずに処理する用途が見込まれています。公開初日から、有志による軽量カバンも出揃っています。一方で、性能の数字はまだ開発元の自社計測だけです。本チャンネルでも手元の機材で実測を進めていて、別枠でお伝えする予定です。中国の GPU が14日、新モデル GLM5.3 を公開しました。同社の公式ブログによりますと、コーディング向けに脆弱性を見つけるデータで追加学習させたところ、想定を超える変化が起きました。個別のバグ発見にとどまらず、攻撃の手順を組み立てる能力まで伸びていたと、同社自身が説明しています。同社の計測では、実在の脆弱性を攻略する試験の成績が2倍以上に伸びています。これを受けて同社は、モデルの重みの一般公開を2週間延期すると発表しました。安全性の評価を追加で行うためとしています。頼んでいない能力が勝手に育つのを防ぐ方法はないんでしょうか？学習の副産物を事前に完全には予測できないというのが現状の限界とされています。今回は開発元自身が検査で気づき、公開を止めた形です。なお、数値はすべて同社の自社発表で、第三者の検証はこれからです。AI の安全を図る側の話題です。アンソロピックが13日、定期のリスク報告書の第2号を公開しました。報告書によりますと、同社の最新モデルは社内の研究開発業務に広く使われ、開発を早める初期の兆候が出ています。総合のリスク評価は低いを維持しました。注目されたのは、その説明の仕方です。能力を測るための具体的なテストが上限に達し始め、伸びを捉えきれなくなっていると認めました。確信が以前ほど持てなくなったという趣旨の表現も報告書にあります。測る物差しの方が先に限界を迎えたら、なんで判断すればいいんでしょう？同社は評価手法の更新を進めるとしていて、外部の評価機関の結果も注目されています。報告書は一部が黒塗りで、全文は公開されていません。守る側の数字も出ています。アメリカの CNBC が14日、複数の調査を引いて報じました。今年、侵害の被害者に送られた通知の件数は、上半期だけで昨年1年間の合計を超えました。IBM の調査では、悪意ある侵害のおよそ4件に1件に AI が関わっていました。AI が絡む事案は、被害額も平均で約100万ドル高くつくとされています。内部の人間による事案も、昨年の3件から21件へ急増しています。攻める側が AI で速くなるなら、守る側は何が変わるんでしょう？報道では、防御側の AI 導入と、退職者の権限管理の見直しが挙げられています。年末の最終的な件数は、下半期の推移次第です。使う側の判断材料になる実験です。ホスティング大手のネットリファイが公式ブログで、11の AI モデルに全く同じ依頼を出した結果を公開しました。依頼は、喫茶店の1ページのサイトを作ることです。それぞれ3回ずつ実行しています。消費したクレジットは、最も高いモデルと最も安いモデルで約200倍の差がつきました。そして安いモデルが、周囲のモデルに近い出来栄えを出す場面もあったとしています。高いモデルを選んでおけば安心、というわけでもないんですね。ネットリファイは、作業の種類ごとにモデルを選ぶ発想を進めています。ただし今回の課題は簡単なサイト制作の1種類だけです。複雑な作業で同じ差が出るかは、検証されていません。AI をめぐる、少し変わった法廷の話題です。アーズテクニカなどがアメリカのコネチカット州の裁判所の決定文をもとに報じました。ある民事訴訟の原告が裁判所は AI で書類を処理していると疑いました。そして提出書類に白地に白い文字で AI への隠れた指示を埋め込みました。自分に有利な判断をせよという内容です。裁判所はこれを問題視し、この原告の電子提出の権限を取り消しました。以後の提出は窓口での紙の書類に限られます。裁判所の利用そのものは
制限されていません。担当判事は、書類の処理に AI は一切使っていないと明言しています。原告は取材に、裁判所の仕組みを公に検証したかったと説明しています。隠した指示は、そもそも誰にも読まれずに終わったということですか？決定文の限りでは、AI には届かず、人間の目で見つかった形です。州をまたいだ統一ルール作りの動きは、まだ確認されていません。最後は料金の話題です。低価格で知られる中国のディープシークが、公式の API 料金表を更新しました。日本時間の17日午前1時から、混雑する時間帯とそれ以外で料金が分かれます。同社はオフピークはピークの半額と説明しています。ただ、公表された新料金は、ピークもオフピークも現行より高い水準です。例えば主力の軽量モデルの出力単価は、オフピークでも現行の2倍以上になります。値上げの理由についての公式な説明は確認できていません。日本から使う場合、ピークの時間帯はいつになるんでしょう？日本時間に直すと、午前10時から午後1時と、午後3時から7時です。日本の日中の利用は、ちょうどピーク料金に重なります。今朝は、新型モデルの公開と同じ日に、コストの差、料金の改定、想定外の能力、測る物差しの限界と、性能の外側にある数字が並びました。AI を選ぶ基準が、性能表だけでは足りなくなってきていますね。続報は追ってお伝えします。お相手は、ミナと、ミントでした。良い週末をお過ごしください。